はい、今回はですね、作品の底の厚みを計測するための道具を作りたいと思います。高台を削るときに最初にどのくらいの厚みがあるか分かると、高台どのくらい高さ削っていいかっていうのが分かりやすいと思うので、本来はですね目検討でできるようになるといいんですけど、こういう計測できるものがあると、安心して作業が進められるっていう感じです。では材料を説明します。これは100均で買ってきたものですけど、自作でこう枠を作ってあげても、自分で作っても大丈夫です。でこれ何でもいいので、丸い棒、四角の角柱の棒でも大丈夫かもしれません。この一辺よりもちょっと長いものが必要です。あとはこれホームセンターで、こういう用途で配ってるものじゃないですけど、紙のメジャー、使い捨ての紙のメジャーがあると便利です。道具としては電動ドリルがあると、この後楽に進められると思います。では作っていきます。はい、ではここの真ん中に穴を開けるんですけど、そのためにちょっと真ん中を割り出します。そんなに正確じゃなくてもいいですけどね。そしてこの後で入れる棒よりもちょっと太いドリルの刃を選んでください。で真ん中のところに、はい、穴が開きました。そしたらここに棒を突っ込んで、この上のレベルとぴったり合うところ、ここ割と正確にいってみてください。棒に印を入れます。ここですね。はい、そしたら次にこのメモリのところをカットします。この5センチもあれば十分なので、ざっくりちょっと切っちゃって必要なところをカットしていきます。数字はなくていいと思うんですけど、この細かいメモリだけになるとちょっと読み取りづらいので、この1センチ刻みのところ残すし、この5ミリ刻みのところも分かるように、でもあまり太くないようにちょっとこういう感じで切ります。こんな感じですね。はい、そしたら続いてテープで今カットしたものを覆い隠すようにテープの方に貼ってあげます。はい、これで最後の作業になるんですけど、さっき印入れたところがこのメジャーの0、ぴったり0のところに合わせて貼っていきます。こんな感じですね。印を入れたところから下向きにですね、こう使うので下向きにメモリを貼ってください。はい、これで完成です。で一応確認しておいてもらいたいのが、これを差し込んだ時にさっき印を入れたところが0レベルになるかどうかですね。これぴったりですね。では使い方を説明します。作品があって、これから高台の削りの作業に入るんですけど、この底の厚みがどれぐらいあるかっていうのが重要だと思うんですね。ちょっと断面図書いてみたんですけど、ここの厚みがどのぐらいあるかで高台の高さが決まってくると思うんですけど、それを測るためにこれを真ん中に置いて、これを差し込んでちょっとアップにしましょうか。
こんな感じですね。このメモリ一番上のところが0で1234というふうに増えていきます。でこれでメモリを見ると 7mm のところになってるので、この厚みが 7mm 残っているということですね。であくまでもこれは最初の段階でどれぐらいの厚みがあるかっていうことが分かるだけです。削り進んでいった時の厚みを測るものではないです。最初の段階の厚みを見るものです。まだこういう、湯飲み状、筒状のものだと触ってみたりとか上から覗いてみたりして厚みが分かったりすることもありますが、この袋状のものだとなかなか触って確かめることも難しいので、こういうの有効だと思います。これかなり厚みありますね。上から1センチと2ミリぐらいですかね。それを踏まえて高台の削りを進めていけるっていう感じになります。作品の底の厚みが分かったところでこの先どうやって進めていくか、一つの参考にしてみてください。いろんな考え方あると思うんですけど、こういうのもありますよということですね。例えばここの厚みが 12mm だったとします。測ってみたら 12mm だったとします。ここですね、そこのここが 12mm あったとします。で、削り始める前に分かっておきたいのは、今の底の厚みと高台をどのくらいの大きさにするかです。で高台の大きさはこの内側の形の平らな部分とみなされる大きさ、こんなにね明確なことばかりではないんですけど、そこの内側の平らな部分とだいたい同じぐらいにしてあげると、そんなにバランスが崩れないですね。こんな感じです。で今 12mm ありますから、7mm の高台を作って 7mm の高さの高台を作って厚みが 5mm 残るっていう計算で進めていきます。もちろん作品の大きさによって、どのぐらいの厚みを残すかっていうのは変わってくるとは思うんですけど、完成の予定がこういう感じですね。12mm あるところ、ここが 7mm の高さの高台で、ここの厚み残るところが 5mm でちょうど 12mm ですね。進め方としてはいろいろあると思うんですけど、外側削っていって高台のところ削り終わりました。この段階で一応決めてるんですけど、もうちょっと高台小さくしたいなっていうこともあるので、内側は最初に削らない方が僕はおすすめですね。なんかもう削ってしまってると、作業始めてしまってるとこの融通効かなくなるので、まだ中削ってなければもうちょっとだけちっちゃくしようかなみたいなことが、余裕を残すことができますね。で外側の削り終わってしまうとデザインももうほぼ決定できるので、それから内側の削りをしてあげるっていう進め方をすることが多いです。もちろん狙いによって違う考え方もあると思うので様々だと思うんですけど、こういう考え方もあります。はい、今回は厚みを測る道具を作るところからやってみました。材料はねそんなに特殊なものはないので、私は100均で買ったものを加えましたけど、自分で枠作ったり、形も穴開けないでできるアレンジもあると思います。工夫してみてください。